霊界通信小桜姫物語浅野朝風呂著8岩屋。話が少し後に戻りますが、この辺で一つ取りまとめて、私の最初の修行場、つまり私がこちらの世界で真っ先に置かれました境外につきて一通り申し述べておくことにいたしたいと存じます。実は私自身もただ一途に悔しいやら悲しいやらで胸がいっぱいで、自分のおる場所がどんなところかというようなことに注意するだけの心の余裕とてもなかったのでございます。それにあたりが妙に薄暗くて気がめいるようで、誰しもあんな境遇に置かれたらおそらくあまり朗らかな気分にはなれそうもないかと考えられるのでございます。がそのうち最初の心の嵐が次第に収まるにつれて、私の傷つけられた頭にも少しずつ人心地が出てまいりました。うとうとしながらも私は考えました。私は今こうしてたった一人ぼっちで寝ているが、一体ここはどんなところかしら。私が死んだものとすれば、ここはやはりメイドとやらにそういないであろうが、しかし私は三途の川らしいものを渡った覚えはない。閻魔様らしいものに会った様子もない。何が何やらさっぱり腑に落ちない。もう少し明かりがさしてくれると良いのだが。私は少し枕から頭をもたげて、おぼつかない目つきをして、あちこち見回したのでございます。最初は何やらもやでもかかっているようで、物のけじめもわかりかねましたが、そのうちふとどこからともなしに一条の明かりが差し込んでくると同時に、自分の置かれているところが一つの大きな洞穴、岩絵の中であることに気づきました。私は少なからずびっくりしました。おやおや、私は不思議なところにおる。私は夢を見ているのかしら。それともここは私の墓場かしら。私は全く途方に暮れ、泣くにも泣かれないような気持ちで、ひしと枕にかじりつくより他にせんすべもないのでした。その時不意に私の枕辺近くお姿を現して、いろいろとありがたい慰めのお言葉をかけ、また何くれと詳しい説明をしてくだされたのは、例の私の指導役の神様でした。かゆいところへ手が届くと申しましょうか。神様の方ではいつもちゃんとこちらの胸の中を見透かしていて、時と場合にぴったり当てはまったことを時聞かせてくださるのでございますから、どんなに分かりの悪いものでもしまいにはおとなしく耳を傾けることになってしまいます。私などは随分我習の強い方でございますが、それでもだんだん感化されて、肉親のおじい様のようにお慕い申し上げ、もったいないとは知りつつも、私はいつしかこの神様をおじい様とお呼び申し上げるようになってしまいました。前にも申し上げた通り、私のようなものがどうやら一人前のものになることができましたのは、ひとえにおじい様の押し込みの賜物でございます。まったく世の中に神様ほどありがたいものはございませぬ。良きにつけ悪しきにつけ、陰身に添いて人知れず何かとお世話を焼いてくださるのでございます。それがよくわからないばかりに、とかく人間はわがままが出たり、慢心が出たりして、とんだ過ちをしでかすことにもなりますので、これはこちらの世界に引き越してみると、だんだん分かってまいります。うっかりつまらぬことを申し上げて、お手間を取らせました。私は急いで、あの時神様が誘拐の修行のこと、その他について、私に言い聞かせてくだされたお話の要点を申し上げることにいたしましょう。それは大体こうでございました。そなたは今、岩屋の中にいることに気づいて、いろいろ思い惑っているらしいが、この岩屋は深海において、そなたの修行のために特にこしらえてくだされたありがたい道場であるから、当分ここでみっしり修行を積み、早く上の境外へ進む工夫をせねばならぬ。もちろんここは墓場ではない。
墓は限界のもので、こちらの世界に墓はない。現在そなたの目にはこの岩屋が薄暗く感ずるであろうが、これは修行が積むにつれて自然に明るくなる。幽界では暗いも明るいもすべてその人の器量次第。心の明るいものはどこにいても明るく、心の暗いものはどこへ行っても暗い。仙国そなたは三途の川や閻魔様のことを考えていたらしいが、あれは仏者の方便である。嘘でもないがまた事実でもない。あのようなものを見せるのは意図たやすいが、ただ我が国の神の道として一切方便は使わぬことにしてある。そなたはただ一人この道場に住むことを心細いと思うてはならぬ。入り口にはしめ縄が張ってあるので、悪魔外道の類は絶対に入ることはできぬ。また、たとえ何事が起こっても、神の眼はいつも見張っているから、少しも不安を感ずるには及ばぬ。すべて修行場は人によりて命々違う。家屋の中に置かれるものもあれば、山の中に置かれるものもある。親子夫婦の間柄でも、一緒には決して住むものでない。その天分なり行いなりが、命々違うからである。ただし会おうと思えば、差し支えない限りいつでも会える。一応お話が終わった時に、神様はやおら私の手を取って、助けを起こしてくださいました。そなたも一つ元気を出して、歩いてみるがよい。病気は体のもので、魂に病気はない。これから岩屋の模様を見せて使わす。私はついふらふらと起き上がりましたが、不思議にそれっきり病人らしい気持ちが失せてしまい、同時に今まで敷いてあった寝具類も煙のように消えてしまいました。私はその瞬間から現在に至るまで、ただの一度も寝床の上に寝たいと思った覚えはございませぬ。それから私は神様に導かれて、あちこち歩いてみて、すっかり岩屋の内外の模様を知ることができました。岩屋はかなり大きいもので、高さと幅さはおよそ3、4軒、奥行きは10軒余りもございましょうか。そして真ん中のところがちょっと折れ曲がって斜めに外に出るようになっております。岩屋の所在地は相当に高い。岩山のふもとで山の裾をくり抜いて作ったものでございました。入り口に立って辺りを見ると、見渡す限り山ばかりで、海も川も一つも見えません。限界の景色と比べて、別に格段な相違もありませぬが、ただこちらの景色の方が、どことなく清らかで、そして奥深い感じがいたしました。岩屋の入り口には、神様の言われました通り、果たして新しいしめ縄が一筋張ってありました。